ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風満ちてゆくミュージックアワーズジャパン2025、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ8月はですね、藤井風さんの歌声分析動画強化月間ということでですね、皆さんからいただいた藤井風さんの曲のリクエストの中からピックアップして歌声分析動画を公開しております。今回はですね、めちゃくちゃリクエストをいただいた満ちてゆく、こちらの弾き語りバージョンですね。コメントの方でね、本当にたくさんの方が満ちてゆくは弾き語りバージョンもあるので、そちらをぜひっていう風なお言葉をですね、いただきまして、今回歌声分析をしたわけですけれども、いや、異次元の歌唱力ですね。もう感情に訴えかけるような表現力も素晴らしいし、声の使い方も素晴らしいし、で、僕個人的にはね、なんたって超絶フェイクね、とかこういうやつ、あれがですね、すごすぎました。もう全てにおいて超一流なんだなっていうふうに思いましたよ。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして僕が公開した藤井風さんの歌声分析動画をですね、まとめた再生リストというものを作りました。先日公開した Love Like This、そして8校、こちらがその再生リストの中に入っております。概要欄に URL がありますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風満ちてゆくミュージックアワーズジャパン2025歌声分析 GO!うわ、いや、この声の奥行きが素晴らしすぎますよね。やっぱり藤井さんの歌声の代名詞だと思うんですけど、ウィスパーボイス、ここがまずポイントになってますよね。で、喉の状態がですね、すごくリラックスしてるんですよね。力みがゼロというか、本当にため息をつきながら歌ってるかのようなリラックスした雰囲気を歌声から感じますね。もう一回聞いてみましょう。もうすでにね、泣きそうです。僕感動しちゃって。いや、やっぱり唯一無二の歌声の持ち主ですよね、藤井さんは。次いきますよ。で、映像を見る限り口あまり開いてない状態で歌ってるんですけど、この口の形がですね、呆然としながら遠くを見つめてるような、なんか無気力な感じっていうんですかね。そういった雰囲気を感じるんですよ。なんかすごく伝わってきますよね。で、声の出し方的にはですね、胸の響き、胸腔共鳴、こちらのですね、声の音色がメインで使われてるかなと思います。声の太さだったり、声の音の厚さ、この辺をコントロールしますね。いっぱい使うと、どんどん男らしい声になってくるポイントなんですけど、もう一回聞いてみましょう。最後のクルのルのところもほとんど息じゃないですか。この音の使い方も素晴らしいですよね。いや、もうね、泣かない自信がない。序盤からめちゃくちゃ感動しちゃってますからね。次いきますよ。やっぱりピアノの弾き語りっていうのも伝わってくる要因の一つですよね。すごく藤井さんの奏でるピアノの音色が美しいですよね。いやー、弾き語りを教えていただいてありがとうございます。次いきますよ。
いいくるみたいな感じで、今リズム少し溜めたじゃないですか。このね、リズムを溜める歌い方、僕ね、藤井さんの歌声の中でめちゃくちゃ好きなポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、わくる。これいいですね。次いきますよ。なんか僕が聞いた藤井さんのラブライクディスト8項、その時の歌声と比べると、ウィスパーボイスの息の量がめちゃくちゃ多いですよね、今回の満ちていく。バラードだからっていうのもあるのかもしれないんですけど、一瞬声を聞いただけで息の量が多いなっていう風に気づけるぐらい、今回の満ちていくのウィスパーボイスの息の量多いと思うんですよね。ここまで息の量をコントロールできるっていうのは僕はね、すごいと思うんですよ。っていうか、息の量の大小で感情表現をするっていう発想がですね、僕は素晴らしいなっていうふうに思って、なかなか思いつかない感情表現かなって思います。もう一回聞いてみましょう。すごく息の音を感じる歌声ですよね。いや、このウィスパーボイステクニック素晴らしいですね。次いきますよ。このね、どんどん上がっていく感じいいですね。で、音が上がっていくとともに声量も上がっていますし、先ほどから言っているウィスパーボイスの息の音、こちらがどんどん減少してるんですよね。強い感情を表現しているポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ね。声が盛り上がるとともに息の量はこう減少していくみたいな、こういう反比例な関係ができてる歌い方かなっていうふうに思います。で、高い音になるとともにですね、胸の響き、胸腔共鳴の響きを減らして鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらの響きを増やしてるっていう歌い方をしてるんですよ。そうすることによって高いところの声の存在感がどんどん出てくるんですよね。声の通りが良くなってくるっていうか、鼻腔共鳴ってそういう音色もコントロールできるポイントなので、声量をアップして力強さ、そして声の存在感をプラスするために鼻の響きを使ってる。僕分析するとこういう説明の仕方になると思うんですけど、多分藤井さん本人は感情を込めてっていう一心で歌ってると思います。ここからサビですかね。楽しみ。行ってみましょう。うわ。すごく心に染みるメロディーですね。で、どことなく日本の和を感じるフレーズですよね。なんか懐かしさを感じるようなメロディーというか。で、ここのポイントの声はですね、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つが中心の歌声ですね。口の中の響きも意識することによって言葉一つ一つの輪郭がですね、こうクリアになってくるんですよ。もう一回聞いてみましょう。油断すると泣いてしまいますね。ものすごく魅力的な楽曲じゃないですか。満ちていく。分析をしていてちょっと気を抜くとですね、もう曲に没頭しちゃう瞬間があるんですよね。もうそうなったらね、僕は泣いてしまうような気がしてある意味過去最大に気が抜けない撮影になってます。次行きますよ。うわうわこれダメですね。ちょっとね、この辺が、熱くなってきました。裏声で一気に持ってかれましたね。力強い歌声から来て、優しい裏声に行くんですよ。この流れがね、芸術的すぎて、もう一気にね、涙が流れちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いやー、素晴らしすぎます。次行きますよ。ごめんなさい、今のってところがね、すごく泣きそうな表現で、これはもういけない。泣いてしまう。良くない。いい意味で。もう一回聞いてみましょうか。
ほら、このフェイクがそういうちょっと泣きそうな雰囲気を出してんのかな。いや、やばいね。これは素晴らしすぎます。次行きますよ。こっから音が下がるわけだ。ものすごい音域広いフレーズですね。いや、この音の移動すごいな。もう一回聞いてみましょう。ほら、ここすごい。ララ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 みたいな、すんごい広いですよ。1オクターブぐらいあるんじゃないかな。1オクターブっていうのは、ドレミファソラシドの上のドと下のド。この音関係を1オクターブって言うんですけど、で、これ2つ分だったら2オクターブ。3つ分だったら3オクターブとか言います。ボーカリストの音域が何オクターブみたいな表現の仕方ありますよね。あれってそういうことです。次いきますよ。いい。ここの発音がめちゃくちゃ味がありますよね。そして音が下がったかと思ったらまた上がってみたいな。これね、すごく難しいんですよね。イメージ湧きやすいと思うんですけど、やっぱり音幅って開けば開くほど難しくなります、歌が。なんでかっていうと、音程を取るのが非常に難しくなってくるんですよね。でも藤井さんは何のそのって感じで歌ってますよね。すごすぎます。次いきますよ。うわ。フェイクね。すごいね。素晴らしすぎます。満ちていく。いや、本当にね、リクエストありがとうございます。めちゃくちゃ感動しますね。で、ちょっと、感動しすぎてね、今気持ちがふわふわしていて、変な言葉の表現の仕方とか、わかりにくい表現の仕方、出てきたら先に謝っときます。ごめんなさい。っていう風にね、動画で言ってしまうぐらい今感動して気持ちがふわふわしちゃってるので、それだけ素晴らしい楽曲ってことですよね。満ちていく。次いきますよ。綺麗な音。そっか。コメントで教えていただいたんですけど、藤井さんは3歳からピアノをやってたんでしたっけ？ピアニストとしても超一流ってことですよね。しかも3歳からやってるってことは、おそらく絶対音感っていう音感を持ってると思うんですよね。だから音幅のあるフレーズを歌っても、音のイメージがはっきりとしてるから、さらっといけちゃうんだな、藤井さんは。いや、もう努力の賜物ですね、これは。次いきますよ。いい。こっから雰囲気が変わるんですね。すごく力強いピアノのバーンっていう伴奏から軽快なリズムの伴奏に変わりましたよね。もう一回歌い出しから流しますね。ほらほら。なんかジャズっぽいピアノの伴奏パターンに変わりましたよね。いや、さすがですね。さっきピアノが超一流っていう風な話をした後にこんなにね、すごいピアノテクニックが聞けるなんて思わなかったので嬉しいです。次いきますよ。追いかけては。このね、息だけになるところやっぱかっこいいですよね。で、全体的に藤井さん今ちょっと口角が上がってる状態で歌ってるんですよね。だから、声全体がほんのり明るい雰囲気が出てるんですよ。これは顔の表情の性質が声に乗ってるっていうことなんですけど、じゃあその性質ってどういうことかっていうと、顔の表情って声に感情が乗りやすいんですよね。明るい表情でニって笑うと明るい声になるじゃないですか。でも、こう悲しい感じの表情をすると悲しい声になるじゃないですか。これぐらい顔の表情って雰囲気がそのまま声に乗るんですよね。で、今のポイント、藤井さんちょっとこの口角が上がってる状態で歌っていたので、声の雰囲気がですね、ほんのり明るい感じになってます。もう一回聞いてみましょう。いい。すごくいい。で、これ多分一発撮りですよね。歌だけ別収録して被せたとかそういう感じじゃないと思うし、ピアノの伴奏も多分このミュージックアワーズジャパン2025のライブでやった時の音をそのままこの動画に載せてると思うんですけど、今の時代、一発撮りでこのクオリティはものすごいんですよ。
なんでかっていうと、もう今口パク当たり前の時代じゃないですか。そんな中、一発撮りの音をですね、公開するっていうところに僕はね、すごい男気を感じますね。めちゃくちゃかっこいい。かといって口パクを否定してるわけじゃないんですけど、僕は。なんか僕が音楽を始めた頃は、まだそういうね、口パクとかいう文化っていうのがあまりない時代だったので、やっぱり音楽番組に出ると、歌い手はもう生歌当たり前みたいな。でも楽器の人たちは当て振りって言って、カラオケが流れてるところにこう弾いてるふりをするみたいな、そういう文化はありましたけど、なんか僕がね、音楽に対して一番こう情熱を燃やしていた頃の歌を聴いてるっていう雰囲気がしてね、そういった部分でもね、今ね、めちゃくちゃ感動してます。次いきますよ。うわ、いい。ここでメロディーを崩すんですね。いや、ジャズアレンジかっこいいですね。次いきますよ。かっこいい。最後今ごめんなさい止めちゃいましたけど、フェイクになるのかな。やっぱ今回のこの生歌を聞いて気づいたんですけど、だいぶ声量での表現が多いですよね。なんか海外のアーティストの表現方法みたいだなっても思うし、なんかゴスペル的なこう魂を歌声に込めますみたいな、そういった表現方法にも聞こえるし、いやーかっこいいですね。で、海外と日本だと音楽の表現方法って違うんですよね。海外はですね、音量の大小で強い感情、弱い感情を伝える感じなんですけど、日本はですね、音程の高低差で強い感情、弱い感情を伝えるんですよね。だから藤井さんの表現方法は海外アーティストのようなね、すごいパワフルな部分もあり、すごく優しい部分もありで、めちゃくちゃ伝わってきますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいかっこいい。なーいみたいなフェイクの音幅もやばいですよね。で、今聞き始めたところの最初、ダッダッダッダーンみたいな感じ入ったじゃないですか。こういうのをね、決めって言います。今弾き語りで表現してるんですけど、これがバンドとかになると、他の楽器隊も同じリズムで、ジャッジャッジャッっていう風に音を合わせるんですよね。楽曲全体の見せ場、それがね、決めっていうポイントです。次いきますよ。いい。今気づいたんですけど、低音と高音で声を出す方法を変えて歌ってますね。低音域は胸腔共鳴主体。で、高音域は口腔共鳴と鼻腔共鳴のブレンドした歌声みたいな。で、日本の多くの歌い手さんっていうのは、だいたいどの音域でも同じ声の出し方をできるだけキープするっていう方法を取るんですよね。例えば、胸腔共鳴が中心だったら、高音域も胸腔共鳴が中心。で、鼻腔共鳴が中心だったら、低音域も高音域も鼻腔共鳴が中心みたいな。この方法を使うとですね、低音域も高音域も声質に変化があまり出てこないんですよね。だからどの音域を聞いても、あ、この人の声だっていう風なイメージがつきやすいっていうところにつながります。でも藤井さんはですね、低音域はものすごく太くてかっこいい声。高音域はすごく力強くてアグレッシブな声っていうかね、すごく心に刺さるような高音っていう感じで、2種類の声を使い分けて歌ってると思うんですよ。いや、この歌声の自由性すごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。よく聞くと低音域はこう太い声。で、高いところはこういい意味でこう乾いた感じのおしゃれな歌声っていうかね。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。いやさらに上がるんですね、1番よりね。で、最後ね、やっぱフェイクね、かっこいいですよね。わーみたいな感じかな。難しい。で、このサビ前のやっぱこうじわじわね、盛り上がってくる感じ、最高にこうかっこいいですよね。めちゃくちゃドキドキしちゃうっていうか、もう一回聞いてみましょう。かっこいい。2番のサビはどんな感じになるか楽しみになりますね。いきますよ。いや、巻き舌が入りましたよね。晴れてゆく。これかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。
1回目のレのところは巻き舌にしてないけど、2回目は巻き舌にしてるんですね。巻き舌にすることによって、その言葉がこう強調されたような雰囲気出てますよね。次いきますよ。このやっぱ裏声で抜くところで一気に心を持ってかれますよね。で、先ほど高いところは鼻と口中心って言ったじゃないですか。で、今のところの裏声は胸の響きをいっぱい使ってるんですよね。だから地声と裏声の切り替わりのポイントのメリハリがすごくはっきり聞こえるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。めでてゆくみたいな。地声のポイントはすごくこう前に突っ込む感じのかっこいい雰囲気になっていて、裏声のところはこう一歩後ろに引いたような雰囲気になってますよね。このね、声質の変わり方がめちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。やっぱいいなごめんなさい。やっぱあーのところいいですよね。このあーがあるから、次のこの2番の二回し目のサビの入りがすごくこう入り込めるというか、気持ちが。このあーすごく大事ですよ。そうだ。サビのこの二回し目は急にこう音域が下がるんだ。で、さっき海外のアーティストは音量の大小、日本は音域の高低差っていう風な話をしたんですけど、藤井さん両方使ってますよね。玉置浩二さんも、どちらかといったら音量の大小で表現をするタイプのボーカリストなんですけど、やっぱりその音量の大小をメインにして表現をするボーカリストの歌声ってものすごく心に伝わってくるんですよね。で、藤井さんの場合はそれプラス音域の高低差も使ってますから、もう表現としては無敵状態なんですよね。だからその表現方法に行き着いたっていうところがすごいですよね。尊敬します。次いきますよ。また巻き舌が入ってきましたね。で、息を吸う音をですね、結構強めに入れてるんですよ。この2番の盛り上がってるところから。R&B 系のボーカリストって結構息を吸う音を強く入れる人多いんですよね。息の音が入ることによって歌の雰囲気にウィスパーボイスとは違った空気感が足されるんですよ。その雰囲気を大事にして歌ってる方すごい多いんですけど、藤井さんも2番のサビのここのポイントはそういった息を吸った空気感を表現したかったのかな。もう一回聞いてみましょう。ほら、最初の息継ぎのところと手を離すみたいな感じで息吸ってますよね。この息を吸ってるのがね、すごくいいですよね。次いきますよ。こっから何フェイクが続くわけですか？感想はフェイクなのかな？ちょっとね、フェイクの歌い出しから聞いてきますね。すごいこれは長い。一息で歌ってますもんね。いやー、やばすぎません？まだ続きそうな雰囲気ありましたよね。続きいきますよ。たっぷりフェイクが効きますね。いや、っていうか一息で歌える時間が長すぎます。ものすごい肺活量ですね。で、肺活量も大事なんですけど、息を使う量のコントロール、この辺もね、すごく重要なんですよね。で、一般的に声の音量っていうのは、息の量と比例するっていう風な考えの人がすごく多いんですけど、それは半分合っていて半分間違っていて、確かに声量っていうのは息の量を増やすと大きくなるんですけど、それだと長いフレーズが歌えないんですよ。じゃあ何をするかっていうと、僕の歌声分析動画でよく言っている3つの声を響かせる共鳴ポイント。胸腔共鳴と口腔共鳴と鼻腔共鳴。この3つをですね、最大限に響かせると小さい声を出している感覚で大きい声を出すことができるんですね。この理由としては、音量っていうのは振動の増減なんですよね。
体の中の空間を響かせることによって体全体が響き出して、体全体が響き出すことによって体に触れている空気に振動が伝わっていくんですよ。こういうふうに自分の体から出た音をどれだけ増幅させてあげることができるか、これが声量の大小にもつながってきます。で、最初に言った息の量を増やすっていうのは単純に口から出る空気の量が多くなります。多くなるっていうことは口から外の空気に伝わる振動も多くなるわけですよね。だから声量が上がるっていうところにつながってくるんですけど、多分藤井さんその体の使い方を完璧に理解しているからこそ、少ない息の量であのパワフルな歌声で長いフェイクを歌えるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。うわー、ピアノすごい。うい、いや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 これはすごすぎませんか。フェイクを歌いながらあのすごいテクニックをピアノでも表現してるんですよ。いや、すごいね。本当にすごいですね。次いきますよ。ほら、あ、こっから C メロですか。ちょっとメロディーの雰囲気変わりましたね。一音一音をすごく強く歌ってる感じがしますよね。全部の音をこうアクセント、強い音として捉えて歌ってるというか。もう一回聞いてみましょう。うん。タタ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 みたいな感じで歌ってますよね。やっぱ一つ一つの音を全部アクセントとして捉えて、ここは表現してます。次いきますよ。うん。うわ、後半は徐々にこう盛り下げていくような雰囲気で歌ってますよね。これを音楽の専門用語ではデクレッシェンドって言うんですけど、こうね、徐々に寂しくなっていく雰囲気がね、染みますね。もう一回聞いてみましょう。で、各フレーズの語尾でこう息を抜くような歌い方もね、すごい色気がありますよね。ララララララみたいな。これかっこいいですね。次いきますよ。うん。うい、サングラスを取るだけでかっこいいですね。藤井さんは。いや、ずるいな、これ。僕もね、サングラスを取っただけでかっこいいなんて思われたいものですよ。で、最後の裏声のところ、ちょっと表現方法がまた変わりましたよね。もう一回見てみましょう。ほら、つながるみたいな感じの声になってますよね。これどういう裏声使ってるかっていうと、口腔共鳴をメインで使ってる裏声ですね。で、喉の状態としては、あえてちょっとこうね、キュッと絞ったような体の使い方をしてるんじゃないかと思います。この声を確かクラシック用語でソブとかいう歌声だったような記憶があるんですよね。ずっと昔にね、教えてもらった知識なので、おぼろげなんですけど、いや、この声いいですね。次いきますよ。うん。で、これもごめんなさい。今気づいたんですけど、全体的に子音もすごく強いですね。だから歌声のワイルドさが出てるのか。やっぱり感動しすぎて気持ちがふわふわしちゃって意識が散漫になっちゃってますね。ごめんなさい。もう一回子音に注目して聞いてみましょう。うん。手を離すとか、この辺とか分かりやすいポイントかなっていうふうに思うんですけど、子音がね、強く出てますよね。声のアタックがやっぱり強くなるとかっこいいですよね。次いきますよ。わっ、うい、いや、ここで転調するんですね。転調っていうのは分かりやすく言うと、曲の途中でこうキーが上がるみたいな、これをね、転調って言います。一気に雰囲気がね、明るくなりましたよね。こう新しい世界が広がったみたいな、そんな印象があるポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。あ、なるほど。ウェイ、いやいやいや、すごいですね。いや、このアレンジに僕は今すごく感動していて、伴奏が曲のサビの主体となるメロディーを弾いてるんですよね。
そこに対して藤井さんがフェイクを歌ってるんですよ。これ弾き語りじゃなかったら多分メロディーもフェイクも藤井さんが実際に歌ってその音を同時に流すみたいな音源になると思うんですけど、弾き語りだとそれができないじゃないですか。だからメインのメロディーをピアノで弾いて自分はフェイクみたいなね、そういった表現使うことによって最後のここの部分の盛り上がりを作り出してるんですよね。いやこれもアレンジ力がすごい。でやっぱりこういう表現方法って R&B とかでよく使われる最後のね大サビの表現方法なんですけど、いや最後の最後まで楽しみがつきませんね。続きいきますよ。やばすぎますね。超高等技術のオンパレード。このビブラートを使いながら音を移動させる高速フェイクっていう風に僕は呼んでるんですけど、これがね、ものすごくいっぱい使われてるんですよ。まさにドンピシャで僕の好きな表現なんですよね、これ。いやー、最高すぎますね。次いきますよ。最後で一番強い声が来るんですね。いやー、めちゃくちゃかっこいい。ロングトーンのとこからもう一回聞いてみましょう。やばいことになってますね。もうこの辺の歌い方は完璧ゴスペルに近いような歌い方ですよね。体全体を使って感情を 100% 乗せたような歌声。僕が知らない藤井さんの魅力がですね、まだまだたくさんありますね。次いきますよ。ずっと続くのやばいね。いや、これアドリブでやってるんだとしたら、本当にすごいですよ。で、基本フェイクってやっぱね、アドリブでやるんですよね。その時の感情を乗せた歌声だったりフレーズ、それがフェイクなので、でも藤井さんアドリブでやってそうですよね。いやー、やばい。これはやばい。続きいきましょう。もう何も言えねえ。やばすぎます。で、今のところのフェイクは、昨日の8項でも言ったと思うんですけど、ブルーノートっていう、あえてちょっとだけ低い音に音をずらして歌うテクニックが使われているんですよね。めっちゃおしゃれなポイント。次いきますよ。あ、ここで終わりだったんだ。最後はね、こういう風に綺麗なピアノで。でも藤井さんのことだからまだワンフレーズぐらいありそうですよね。最後の最後でこの曲一番のフェイクが来るとか。次いきますよ。来ないね。あれなんか今ピロロロピロロロ曲が終わっちゃう感じがしてきた。歌わないかな。いきますよ。歌わない。うわー、かっこよかったな。最高すぎました。以上、藤井風満ちてゆく歌声分析はここで終了です。やばすぎませんか？藤井風さんの歌唱力がすごすぎて、前半は感情に訴えかけるような感じで感動して、後半は藤井さんの底知れぬ歌唱力に感動して、で最後のものすごい超絶フェイクで一気にテンションが上がってっていうね、ものすごい歌声でした。いやー、本当にコメントで教えていただいてありがとうございます。今回の満ちてゆくの歌声分析、ミュージックアワーズジャパン2025のバージョンにして、もう本当にね、僕個人としてはね、大満足ですね。本当に素晴らしい歌を聴かせていただきました。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。